おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、アトリエルームツアーということで、お届けしたいと思います。皆さんもちょっと見たいかもしれないので、アトリエの、狭いアトリエですけども、こういった画材とかを使ってますよとか、こういうの便利ですよとか、こういうところ工夫してますよとか、といったところをちょっとお届けできたらなというふうに思って、今回動画としております。よかったら最後までご視聴いただければと思います。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速いきますけども、まず油絵を僕は描くスペースというのがありまして、こちらのスペースなんですけども、油絵を描くスペースです。で、足元にはこれ絨毯ですね。これで、あれですね、ホットカーペット引いてあります。もう本当に汚れてもいいようにというのがまず大前提なんですけども、引いてあって、もうボロボロです。10年ぐらい使っておりますので、これ水彩とかを乾かすのにも便利やったりするんですね。夏場っていうのはもしかして暑いかもしれませんけども、もうすぐ、今年はもう買い替えようかなとちょっと思ったりしてます。で、後ろに見えてますのがこれ、イーゼルですね。で、このイーゼルというのは僕は H 型のイーゼルを使っております。もうこれ多分20年前ぐらいに買ったやつなんですけど、今も重宝して、使っております。ただちょっといくつか工夫している点がございまして、少しお見せすると、この足の部分ですね。足の部分。ここ実はもうちょっとこう長さがあったんですね。長さがあったんですが、これ切りました。なんでかというと、ここにあると、椅子とかぶつかって邪魔やから、もうタイヤのところですね。タイヤのところから、これぐらい確か切ったと思います。両方。そしてこれ、横のこの棒ですね。それやったらちょっと安定感出えへんかなっていうのと、ここにこうですね、丸みを帯びさせて足を乗せれるようにという風に切りました。で、H 型のイーゼルはこういうガラガラとこう回すタイプですね。こうガラガラという回すタイプを使っております。たまにこう、メンテナンスの意味で、クレ556を差し込んだりとかしますけども、こういったものを使ってます。で、そういえば思い出したんですが、この上ですね、これ僕最近全く使っていないんですけど、このようにしてですね、上げ下げできるように、これ自分で作りました。一生懸命こう掘って。今使ってません。でもこういう風にしておくと、これ、絵からの少しこう、絵からのこう、厚みみたいなのがあったりするので、ワンチンとかを置きやすいというような感じで作りました。ただあまり使っていないのには理由があって、こういったものですね。こういったものを作りました。で、こういったものを絵があったりすると、そちらに、こう、裏にはめ込んだりすれば十分だっていうことに、気がついて、こういったものを今は使っております。だから、こういったものですね。で、ある程度小さい作品ですね。20号以下とかはこういう箱状のものとかを用意して、ぐり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 と上げていきますけども、少しここに厚みを持たせて、ガクガクとしてます。で、こういうのに作品を置いて、ワンチンとですね、絵のよりも厚みのある、絵よりも厚みのある箱を作って、こういう風にこう、ワンチンが移動できるように。これだから今はほぼ邪魔なんですね。してます。もともとなんかあったやつとかもどっか行ってしまいました。こんな感じで移動してます。で、H 型のイーゼルってなかなかこう買えなかったりするんですけど、僕は、私はですね、自宅で制作する際とかって、もしかしてこういったものでもいいのかなというふうに思います。できたらこう、ピンを刺すタイプよりは、こういうふうにこう、番号のこれ確かそうなんですけど、移動するようなもので、こういうふうにして移動するというようなものとかを利用されたらいいかなというふうに思います。で、同じように箱を作っておいたら同じように置いてできますので、H 型ってなかなかですね、頑丈すぎるので、大きいのでですね、このようにこう移動できるようになっております。こういうのでも十分かなと思います。少し汚いんですけどお許しください。これはですね、自分でこう、キャビネット的なものを作りました。これ自分で作っております。こういうところのこうサイズですね。筆をこう入れるこういうのとかをニトリとかで買ってきて、こういうのがちゃんと入るようなサイズのものを使ってます。この中には例えば筆が入っていたりとかしますよね。で、ここには写真とかが入ってます。で、写真もちゃんとこの A3 または A3 の伸びというサイズがちょうど収まるようなサイズの奥行きにしてあります。っていうぐらいしっかりとこう自分で計算して作ったものです。こういうのも箱がぴったり入っておりますよね。で、日頃使う絵の具って大体これ決まってます。私はこのあたりの絵の具を中心に使っていったりします。少し紹介させていただきますと、これは白ですね。で、こちらはスタンドオイルとチタニウムホワイトとシルバーホワイトを練り合わせたものです。30% ぐらいスタンドオイルを入れてます。
奥に見えてるのがテレピンですね。スタンドオイル。もうスタンドオイルはドロドロとこぼれるので、いつも段ボールをちっちゃく切ってこのように、段ボールをちっちゃく切ってこのように上に乗せております。このように。これも意外と皆さんね、いいかもしれません。あとはタブロースペシャル。タブロー。これはもうちょっと使えんかもしれんけど、あとはポピーオイル。これもタブロースペシャルとか、あとはガムとですね。あとはなんか水とかはまあ使わないですけど、あとはスミレ用の墨汁とかですね。あとは、筆などもこのようにダラダラと入れてあったり、これは、ペインティングナイフとか、ちょっと危ないカッター関係、子供がちょっとなかなか危なっかしいものは少しこう寄せてあります。あとは長い目の筆。で、筆とかも、ナイロンの筆がやはり中心です。多少豚毛の筆とかあるんですけど、大体ナイロンの筆とかは中心。あとは叩き筆のゾーンとか、瞑想筆のゾーンとかっていう感じで、置いてあったりとかします。で、使う絵の具に関しては、こちらはスタンドオイルで練り合わせた。こっちはポピーオイルで、練り合わせた。先ほど言ったチタニウムホワイトとシルバーホワイトを練り合わせたものです。ピーチブラック、バーントシェンナートランス、ロアンバー、コバルトブルー。この横によくウルトラマリンブルーがあるんですけど、今回ちょっと置いてありません。ちょうど今、雲を描いてみました。で、イエローか。で、オーロライエロー、カドミウムレッド。で、コバルトグリーンかな。で、コバルトバイオレット、マゼンダ、スーパーバイオレットみたいなのかな。シアニンブルー。で、もう油はいつも、完成油、ポピーオイルだけ。で、ポピーオイルとテレピン。という感じです。で、こういった感じで筆もいろんな種類を使ったりしております。ですね。筆は筆の動画をぜひご覧いただければと思います。あとはですね、ライトとかも結構こう便利やったりします。こういったこう、調光ができるようなライトを用意しておいて、ですね、こう、絵とかに光を当てて描いたりとかしていってます。こういうライトとかも非常に便利だったりしますよ。あとはあちらに iPad とかありますけど、まあ大体ダラダラと YouTube を流したりとか、Netflix やら何やらを見ています。で、続いてはですね、窓は北向きの窓になっております。ちょっとこれ、閉めましょうね。すいません、かなり暗く逆光になってしまって申し訳ありません。ですね、北向きにこう作るというのはやっぱり光のこう、あれをある程度一定にできるわけですね。南側やったら直射日光が当たったりとか、なんかこう光が結構変わるので、結構アトリエというのは北向きに作ることが多いです。ただ、ですね、YouTube を撮影するようになって、ブラインド閉めてることが非常に多いです。こちらの光が画面に映ってしまったりするので、よくブラインドをこう下ろして撮ることが最近増えてきたというのが現実です。だからもったいないなというふうな気はしますけども、まあ、致し方なしかなと思います。で、こちらの方の机で、描いていっているんですけども、こちらの方の机で描いていくのは、だいたい水彩です。で、こういったカメラ、上からのカメラで、これはスマホをつけれるような、キャメラであれでございます。スタンドでございます。壁に、壁というか、こう、窓枠のところにくっつけて、おります。で、こういう、スマートフォンとかを、ぶっ刺して。で、撮影、録画とかするときは、やっぱこう、すごく熱くなるので、必ず、バッテリーというところで、低電力モードにして、画面の明るさをかなり暗くして、で、ここにくっつけて撮影をするようにしております。で、こういうのとか、横から撮ったりとか。で、ちょっと映ってないかもしれませんが、机に四角い黒い枠をつけることによって、ここの上、要は B3 のサイズより一回り大きい黒い枠があって、そこで描けるような感じにしております。で、パレットはですね、こういうステンレス製のパレットを使ってます。もうかなり大量に絵の具を私はブリッと出すので皆さん驚かれていると思うんですけども、こういう風にしてます。で、過去にはですね、こういった、固形のものですね。固形のこれやったらラウニーさんとか、ウィンズ&ニュートンさんとかを使用しておりました。でもどうしてもですね、どうしてもこれやったらば、なくなってしまうんですね。だから、できるだけもう大量に使えるということで、チューブ式のものを最近は使うようになってまいりました。で、よく使う絵の具はですね、透明水彩はやはりバイオレット。パーマネントバイオレット。ビリジャンネオ。ポスタカラーの白ですね。ターコイズブルー。ターコイズブルー。セルリアンブルーネオ。セルリアンブルーネオ。プルシャンブルーですね。インジゴブルー。インジゴブルーですね。
あとはもう白でかいです。これはもう 60ml ありますね。チャイニーズホワイト。チャイニーズホワイトですね。あとウルトラマリンブルーライト。このカドミウムグリーンペール。新緑の時はこれよう使ってますね。これをね、よく使っております。アイボリーブラック。アイボリーブラックですね。あとバーントアンバー。バーントアンバー。あとはバーントシェンナーとかね。あとは、これはカドミウムグリーンレモンとかですね。これもよく使います。オキサイドオブクロミニウム。オキサイドオブクロミニウム。こちらよく使いますよね。このあたりが多いかなというふうに思います。バーントシェンナーみたいな。バーントシェンナーとか。バーントシェンナーとか。この辺をやっぱり多く使います。小さい、ものを、まず買ってですね。で、よくなくなっていくというものをやっぱ買い足していく。その際はもう大きいのドカンと買ってしまってですね、していかれたらいいかなと思います。72食セットとか、これ36食ぐらいしか入らないので、もう倍ぐらいあったりするようなセットとかを買ったら、出すとこあれへんやんってなって、私なんかはもう一個買っといたんですけど、結局、一回もこれ使っていないということに、先ほど気づきました。はい。ね、基本食セットプラスアルファぐらいで僕はいいみたいです。私が書く際はですね。という感じでございます。皆さんもこういうステンレスのものを買われるといいかなと思います。あとはこちらの下のところというのに少し何か置いてありますので、少しこういうのも自分でこれ作った机ですよ。ね、何でも買おうじゃなく、こういう水彩色鉛筆買ってますけどまだやってませんね。やれたらこういう違いみたいなんですね。桜さんと、ユニさん。日本の会社のこの2つ使ってみた動画を作りたいななんて思ったけど忙しくてできていない。あとは色鉛筆とかは、こういうダーウェントさん。これはなんか仕事で、少し、美術の窓さんかなんかの、本に、書いた記憶があります。こういったものが置けるようなスペースとなっております。あとはですね、クレパスとかですね。一度やったんですけどね。その後これいいですよっていうことで教わった何か、こういったものも買ってはみたんですけどね。やっていないという現実がございます。すみません。マスキング液とかも一応こういったものもあるんですけど、全然使っていないなということで、こういうのは、なくなったら継ぎ足してやろうかななんて思ったりとかしています。マスキングテープは僕はだいたい 1.8 ミリのやつを使っていて、前は緑のもの、その前は黒いものを使っていたんですけども、今最近これが一番僕はハンディクラウンというね、メイドインジャパンホームセンターで買ったやつですけど、これが一番粘着力が弱くて、僕はこれ意外とおすすめちゃうかなっていう気がいたします。水彩に関しても、いろいろあるんですけども、こういうキャンソンボードと呼ばれるものをよく作画動画用に使っております。厚みが結構あるんでですね、厚みがあるので、水をジャバジャバにしても僕は使いやすかったりします。あとは、屋外でのライブ配信などはこういったものですね。こういったもの。高いですよ。1万円ぐらいするんでね。でもすごくこのサイズ感僕結構好きやなっていう感じでこれを使わせてもらっております。最後はですね、ライブ配信をやっているところですね、パソコンとか、このあたりの周辺機器等々をお話しできたらと思ってます。こういう時計とかですね、マイクがあったりとか、このキャメラなんかは上からこう撮っている。そしてこう横からの切り替えたりするときはこちらのカメラを使っております。あとは自分でこう操作してですね、こうかな、ああかなっていうことをやったりとかっていうことを、こういうところで文字打ったりとか、こういうのとかマウスとかを使ってやったりしております。これも同じようにここに少し厚みを持たせる木を置いて、ここにワンチンを通しているわけですね。向こうにも木があって。っていうことなんですよ。で、あとは水入れはいつもこれは旅に持っていく水入れはこういった感じであるとか、筆がダラダラと入っていて水彩用とか、あとはですね、こういった、この間の旅に持ってった筆、がこんな感じですかね。こういう筆が入るようなものを買ってですね、今もインターネットでこういうの買えるんで、こういったものにいろいろ鉛筆とかぶち込んでいって、旅をしているという感じでございます。あとアクリル絵の具とかもリキテックさんのアクリルこれなんですかとか、いろんなお夫婦とかもいろいろこの辺はごちゃ混ぜです。もうよくわかりません。よく何使ってますかって聞かれますけど、適当です。ジェッソとかね、お夫婦のブルーとかね、どちらのですか、アムステルダムというね、のアクリル絵の具が入っていたりとかもすれば、なんでリキテックスさんのプライムというやつとかもうバラバラです。だからどれ使ってんのとかなかなか難しいかな。あとは少しですね、
こう緑のこういうのはグリーンバックみたいな感じで、ライブ配信するときにこう消えていたりとかですね。鬼高評会などを撮影したりするときはここの、ただこれはこういう風にこう扉になっていて、チビがここをよく入ってくるという鍵もないのでですね、こういう風なグリーンバックを利用して録画などをしているということでございます。いかがだったですか？いろんなものを紹介してきましたけども、ライブ配信で使うこういうマイクとかね、こういったものも使ったりとかしております。あと便利なものとしてはやっぱガンタッカーなども便利かなとも思いますし、ハケとかも便利ですし、まだまだ紹介できていないものもあるかなというふうに思うんですけども、これもまた1年2年とかしたらまた撮り直しても面白いかなと思うんですね。絶対僕ね、画材変わるんですよ。で、コロコロ変わるんですね。だからこうそういうのも皆さんの参考になればと思って作っておりますので、これが絶対というわけではございませんので、ぜひぜひこう参考に、こういうこう工夫ができたらいいんちゃうかなとかいうふうな動画に、使っていただければというふうに思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。